こんにちは、大工の翔やんです。今回は本気で DIY で遊んでみたいと思います。この木何の木、気になる木の木だそうです。正式な名前はモンキーポット。この材料でテーブルを作ってみたいなと思います。そして足なんですけども、こちら、これ欅材です。これを半分に割って両方に分けて足にできたらいいかなとイメージしてるんですけども、正直仕上がりは分かりません。やってみます。まず最初はお決まりの木取りをしていきます。この板板は大変乾いています。乾燥は十二分に乾燥しています。末の方に鎖があって、株の方は10センチ四方割れています。そこを外しても2300は優に取れました。全長2600から700近くありました。でその分を取り除いて加工したいと思います。それでは両端を切っていきます。丸ノコを入れて初めて分かったんですけども、この木はなかなかやんちゃぎです。ノコが噛んでなかなか進みません。真ん中で入れようと思うと2列平行に進めていくしかありません。丸ノコは厄介なので、もうチェーンソーで落とすことにしました。チェーンソーやとどんだけやんちゃでも簡単に切り落とせます。板板の寸法ですけども、末の狭い方で90センチ、根元の広い方で1400あります。厚みは70ですね。では気合を入れて木作りしていきます。まず両端のねじれを見ます。まっすぐな棒を平行に置いて、その棒をネジを見ていくんですけども、昔の大工さんはみんなしたんですけども、板のネジを抜きます。高い方を電気ガンナで削ります。これだけの板板を電気ガンナで仕上げようかっていうのは誰もいないと思いますけども、頑張ってみます。モンキーポット、日立の宣伝の木ですね。中南米のあったかいところのブクブクっと大きくなったような木ですね。年輪は確実には数えられません。年輪がしっかりしてません。その割には結構重くて、硬さは欅と変わらんほど硬いです。木目も綺麗に出そうです。両端のネジが抜けましたら、今度は真ん中の位置でネジを見ます。真ん中の位置でねじれを抜いてやれば、この板を2分割したことになります。2枚に切ったことになります。それとこの板は真ん中で長い方向にしわんでいます。真ん中で削ってやれば、この面の一番低い部分が分かります。3箇所ネジが抜けたので、周りからまっすぐつなぐように削っていきます。もともと幅の広い方が厚みが厚かったので、こちら側で板全体のしわみを調整していきます。溝切りで落とすだけの深さを決めます。電気ガンナだけで削りますと、落とし具合が一定になりません。一定にならないとまたねじれが発生します。そして同じように外側からまっすぐにつないでいきます。中へと削っていきます。まだ電気ガンナ少しかかってないところがあるんですけども、手ガンナで削っていきます。
本当はレンガ穴だけで仕上げて、その上をサンダー仕上げで仕上げていく予定だったんですけども、普通の2枚刃のレンガ穴ではなかなかこの木の逆目は止まりません。欅よりも逆目が起きます。木のとこはいいんですけども、マサと間の部分がなかなか逆目が起きます。だからレンガ穴で削ることになりました。レンガ穴もなかなか欅に負けないくらい削りにくいです。どっちから言っても逆目が起きます。もう悲しくなりました。できるだけレンガ穴で削って、最後は細かいサンダーで仕上げていきたいと思います。やっとで表一面仕上がりました。それでは裏を削っていきます。ここで初めて厚みを揃えて墨が打てます。カンナで墨通り面を取って厚みの寸法出しをします。この面を見てレンガ穴で落としていきます。最初は 70mm 強あったんですけども、実際は 58mm しか仕上がりませんでした。裏側は割と楽です。ネジを見る必要はありません。厚みを決めて真ん中は膨らんでいるので削りやすいです。幅広い板の厚みを大きく落としたいときは横に削った方が早いです。カンナくずも大きく出てくれますし、体も大きく動くことはありません。最後に縦にまっすぐ削れば綺麗に仕上がります。両面が削れたので、ここで長さを決めていきます。両方の幅のセンターを出して、そして直角を出して決めていってもいいんですけども、こういう大きい場合は目安となる四角い板を当てて、それを基準に寸法を取った方がバランスも分かりますし、楽に取れます。そして最終カット、ノコ目を入れます。見て分かるように真ん中がまっすぐ進んでくれません。こういう場合は1センチぐらいずらして2本同時に進めます。そうすると噛むことはありません。小口仕上げにレンガ穴をかけます。どんな木でも割と小口はレンガ穴きれいに削れます。そしてそば、耳の部分は蝶菜仕上げにしたいと思います。蝶菜も長いこと使ってないので切れません。まず研いでいきます。ではやってみます。蝶菜を使うのは本当に久しぶりです。昔はよく丸太をこうやって蝶菜ではつりました。今回耳を蝶菜で仕上げようと思ったのは、普通テーブルのそばは綺麗に耳の通りにサンダーで丸く仕上げます。でも丸太を製材して盤にしてあるので、この横の部分だけでも昔風の蝶菜仕上げにならないかなと思っただけです。
この木は白田生きとるように見えて正直もう死んでます。木に粘りがありません。コルクが硬くなったような白田です。だから角が立たずにただかけていくだけなんです。なかなか難しいです。つついとるように見えますけども、なんとか仕上げてみました。久しぶりの超な仕上げ、こんなもんでしょうかね。それではサンダーをかけていきます。まず裏面からかけていきます。120番の粗いペーパーで削っていきます。こちらは裏側になるので、もうこの120番だけで仕上げていきたいと思います。耳の面は大きく取ります。木裏の方はとんがっているので大きく取っておかないとテーブルとして使った時に足が当たります。だから大きく取っておきます。小口もペーパーをかけます。この木は硬いので小口はきれいに仕上がります。そして320番のペーパーで最後の仕上げをします。この耳の部分も蝶菜の跡が取れないように軽くかけておきます。最後の仕上げはやはり手で触ってみて手の感覚で手で仕上げます。最後に表面上刃を仕上げます。全体を手カンナできれいにかけたつもりなんですけども、少しだけ逆目が残っています。それをサンダーで落としていきます。手カンナでツヤを出してしまったのでサンダーがなかなかかかりません。かえって最初からサンダー仕上げにした方が早く仕上げることができたかもしれませんね。今回この使った材料モンキーポット、値段は材木屋さんで約15万でした。結構お高いですね。欅と比べて少し安いかなっていう感じですね。でも正直欅でこれだけの寸法はなかなかないですね。モンキーポット仕上がってみれば値打ちありますね。これでなんとかテーブルの形にすることができました。これ作業を始めて時間で10時間かかりました。自分はこの電気カンナだけで作りました。これを加工やり出しますとだいたいプレーナー掛けだけで2万5千円から3万円かかります。そこから磨いてすると自分でやった場合はなんとか感情は合います。でもなかなか大変な仕事です。やってみて分かりました。もう一回やれ言うてもすぐにはやりたくない作業ですね。今回はテーブルの板作りでしたけども、次回はこの欅材を半分に割ってテーブルの足を作っていきます。そして塗装もやってみたいと思います。よかったら見てください。以上、大工の翔也でした。